ずんだもんなのだ。今日はサンマリノにまつわるニュースを全部で3件お届けするのだ。その前に豆知識なのだ。国名のサンマリノは創設者とされる聖マリヌスさんの名前が由来で、サン、つまり清し、足す人名になっている世界でもかなり珍しい国名なのだ。そして今日の一押しは2つ目のニュースなのだ。イタリアの下院で予算案の審議が大詰めで、修正できないまま信任投票で押し切る流れになっているというお話なのだ。サンマリノはイタリアに囲まれた小さな山岳国で、首都はサンマリノ市なのだ。301年に創建されたと伝わる世界最古級の共和国で、2人の執政カピターニ・レジェントが務める議会制の国なのだ。人口は約3万4千人。観光や金融、工芸が主な産業で、中世の城壁や3つの塔が名物なのだ。最近は観光回復と金融の透明化が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。週2、21、エミリア・ロマーニャ州、障害のある人の就労促進と雇用継続のために州が1500万ユーロを拠出という記事なのだ。イタリアのエミリア・ロマーニャ州が障害のある人の就労支援のために合計1500万ユーロを投資することを決めたのだ。対象は障害者雇用枠に登録している人たちで、9つの県の事務所を通じて職業訓練コースを実施するのだ。内容は倉庫やスーパーのレジ、清掃、飲食、操園、IT システム設定、観光案内など多岐にわたるのだ。州の労働担当パーリア氏は、進路相談と職業訓練、仕事が社会参加の鍵だと強調しているのだ。予算は県ごとに利用者数などに応じて配分されるのだ。2つ目のニュースなのだ。週26、下院での予算案、文言は封じられ、野党、書類渡しにされているという記事なのだ。イタリアの予算案の審議が、今ローマの下院、カメラで大詰めを迎えているのだ。上院、セナトから修正禁止の形で送られたため、ここで少しでも変えると3度目の審議になり、暫定予算に陥る恐れがあり、メローニ政権はそれを絶対に避けたいのだ。だから政府は下院でも信任投票を使い、夜に信任、深夜に239本の議題を処理し、30日に最終採決の予定なのだ。与党は減税を成果と強調する一方、野党は国会をただの反抗しにしたと批判し、民主党は2019年のメローニ氏の議会が予算を議論できなければ民主主義ではないという発言を持ち出して皮肉っているのだ。五つ星運動は社会分野の削減を問題視しているのだ。また、2025年最後の閣議では、ウクライナ支援と武器供与を含む新たな支援法令と、来春に向けた憲法改正の国民投票の提案も決められたのだ。3つ目のニュースなのだ。09、59、2026年、サンマリノの祝日と連休、長期休暇や長い週末のための休暇の取り方という記事なのだ。2026年のサンマリノの祝日カレンダーを使って、少ない有給で長い休みを作るコツを紹介している記事なのだ。元日は木曜で、2日と5日に休めば年始から4連休なのだ。サンタ型5日木曜日は6日を休めば4連休。コルクス、ドミニ4日木曜日も5日を休めば4連休なのだ。5月1日は金曜で自然な3連休なのだ。3月25日や4月1日は水曜で、有給を4日や2日つなげると1週間近い春休みになるのだ。9月3日、10月1日、12月8日も前後に1日休みを足すと4連休になるのだ。年末は12月24日から有給を組み合わせれば、2027年1月1日まで最大1週間の休みも狙えるのだ。ずんだもん、障害者支援の前進と予算審議の緊張、休暇の工夫は暮らしを豊かにするから大事なのだ。
ちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。